はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうすけです。今日は、ことわざについてお話ししたいと思います。どうですか皆さん。自分の母国語にことわざってたくさんあると思います。で、日本語ももちろんたくさんのことわざがあるので、私が選んだ会話で使うことわざ20個紹介したいと思います。はい。まず一つ目。一つ目は、継続は力なりです。継続は力なり。これよく使うし、大好きな言葉ですね。まず、継続って言葉、皆さん知ってますか？ここに辞書があるので、確認してください。で、力なりっていうのは、継続は力ですよ。継続することは大きい力になりますよっていう意味です。続けることで、少しずつ実力とか、結果につながる。そういうことを継続は力なりって言います。で、これよく会話で使います。例えば、毎日10分でも筋トレした方がいいよ。継続は力なりだからね。みたいな感じ。言語の学習も継続は力なりですよね。毎日毎日たくさん聞いて、毎日毎日単語を覚えて、そこでちゃんと実力が伸びていく。継続は力なりだと思います。習慣がどんだけ大切かっていうのを、こういうことわざにしたものですね。次、二つ目。二つ目は、失敗は成功のもと。これもね、めっちゃいいことわざ。失敗から学ぶことで成功につながるよっていうことです。まず、成功のもとのもとっていうものなんですけど、これは成功のための、素材とか道具とか、そういう意味があります。で、この私の考え方で挑戦することって大切だと思うんですよ。どんだけしんどくても難しいことがあっても頑張ろうって思うことは大事だし、言語ってすごく難しいんですよね、習得するのが。だけど、そこに挑戦すること。で、挑戦する過程で、たくさん、この勉強方法間違ってたなとか気づくと思います。で、これって失敗は失敗なんだけど、そんなに落ち込む必要もなくて、この勉強方法が失敗ってことは、どういう勉強方法をした方がいいのかとか、なんで失敗だったのかとか、そういうのを考えれると思うんですね。つまり、これは成功のもとなんですよ。だから私はこの失敗は成功のもと、すごく大好きなことわざです。よく、例えば例文だと、今回はうまくいかなかったけど、この失敗は次に絶対活かせると思うよ。失敗は成功のもとって言うしね。こんな感じで使ったりします。結構励ます時とかに使ったりしますね。次、三つ目。三つ目は、塵も積もれば山となるです。ちょっと長いんだけど、スラングで、塵積も、塵積もって言ったりします。結構若い人が言うイメージがあります。はい。これね、塵っていうのはすごく小さなことっていう意味があります。で、こういう小さなことでも積み重ねると、いつの間にかすごく大きいものになるっていうような意味があります。例えば、貯金ですね。貯金ってすごく、塵も積もれば山となると思うんですよ。毎日100円貯金したら1年で、10年で、すごく大きい量になってると思います。よくね、お金とか勉強とか、そういう時に使うんですけど、日本語学習も塵積もなんですね。1%でもいいから、毎日毎日頑張れば、いつの間にか大きい実力になってると思います。はい。このことわざ、大切にしてほしい考え方です。次、4つ目。4つ目は、急がば回れです。急がば回れ。これも、結構使うんですけど、急いでいる時ほど安全で確実な道を選んだ方がいいっていうことわざになってます。だから結構焦ったりすると急いちゃうじゃないですか。
でも、そういう急いでる時ほど、なんか適当にするんじゃなくて、一回、回るんじゃないけど、安全で確実な方法を選んだ方がいい。適当にすると失敗するし、まあ、変なこと起きちゃうかもしれないから、落ち着こうみたいな意味があります。はい。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. 次、5つ目は、善は急げです。善は急げ。これは、いいと思ったこと。善ですね。善は、すぐに始めた方がいいっていうことです。例えば、君、ジムに入りたいの？筋肉大きくしたいの？だったら今日申し込んじゃおうよ。善は急げだよ。こんな感じで使ったりすることができます。相手の背中を押すときとかにね、使ったりします。次、6つ目。6つ目は、思い立ったが吉日です。これ使えたらめっちゃすごいと思う。めっちゃ聞くわけじゃないんだけど、自分の周りからはね。ただ、全然言えたらかっこいいと思います。これは、思い立ったっていうのは、何かをしようと思ったっていうこと。で、そういう日っていうのは、吉日。この吉っていうのは、いいっていう意味があるんですよ。おみくじでも、吉っていうのがあるんですけど、そういういい日だよっていうことです。例えば、日本語を勉強したいとか、日本語を話したいと思ったら、もうそう始めちゃおう。もう思い立ったが吉日だよってこんな感じで使ったりする。善は急げとちょっと近い感じかなって思います。次は、百聞は一見にしかずです。これもね、めっちゃ私は好きだし使います。なんか友達にいろいろ言われるじゃないですか。こういうのが最近あって、こういうのがあって、みたいないろいろ話された時に、なんか想像しにくいなとか、もう説明ももういいから、一旦なんか写真見せてほしいとか、そういう時あるじゃないですか。こういう時に、もう百聞は一見にしかずだから、一回見してよ、みたいな感じで言ったりとか、そういういろんな説明とかあるけど、結局見た方がいいよねっていう時に使います。この百聞っていう漢字はね、100回聞くっていう意味なんですよ。100回聞くよりも一発見た方がわかるよねっていうことわざになってます。次、8個目。8個目は、習うより慣れろです。習うより慣れろ。これは、習うっていうのは説明を聞くっていう意味なんですけど、勉強するよりも、なんか実際に何度かやってみようっていうようなことなんですよ。例えば日本語学習だったら、会話は文法を勉強するだけじゃなくて、実際に話した方がいいよ。習うより慣れろだから。みたいな感じで言ったりします。結構ね、これ納得します。やっぱね、ことわざってめっちゃすごいんですよ。なんか、もういろんな人が、その、何かを頑張って、で、結局なんか、抽象的に考えた時の共通点っていうか、習うより慣れた方がいろんな物事うまくいくよねっていうような感じ。結構私もね、この考え方大好きですね。もちろんインプットもすごく大事なんですけど、実際にやってみるから、そこから学べることもあるっていうような考え方、すごく大切にしています。次、9つ目は、石の上にも3年です。はい。石の上にも3年。これは、聞くんですけど、私はあんまり使わないんだけど、辛くても3年、長く続けれれば、石の上に3年間いるみたいな感じ。辛くても長く続けたら、結局何かいい結果が出るよっていうような感じですね。嫌な環境でも3年間我慢すべきっていうような意味で使うと、少しちょっと古い感じもあるんだけど、なんかそういう意味合いがあります。私はあんまりこれは使わないですね。別にその3年もいる必要ないと思ってるから、はい。次、10個目。10個目は、郷に入っては郷に従えです。これ結構いい考え方なんじゃないかなって思います。例えば、
日本に行くときに、その日本のルールっていうのがたくさんあると思います。例えば、靴を脱いで家に上がるとか、そういうね、ルールっていうのに従いましょう。そういう、もしあなたが日本に来たら、日本のルールに従いましょう。私が、例えば、スペインに行ったら、スペインのルールに従いましょう。みたいな感じ。その語っていうのがね、国とか場所とか、そういう意味です。そういう語に入っては、その語のルールに従うっていうような意味ですね。よくね、海外生活とか文化の違いを説明するときに便利なものになってます。はい、次、11個目。11個目は、知らぬが仏です。知らぬが仏。これは、知らない方がいいよねっていうような意味です。余計な心配とか、不快な気持ちっていうのを持たずに済む。そういう意味があります。例えば、元カノの新しい彼氏なんて調べない方がいいよ。インスタも見ない方がいいよ。知らぬが仏だよ。みたいな感じで使ったりします。少しね、冗談っぽく使ったりすることもあります。結構これもね、面白いと思います。私だったら、その YouTube やってると、アンチコメントじゃないけど、ちょっとね、悪口が書かれてたりする時もあるんですけど、そういうのって知らない方が幸せだと思うんですよ。一応ね、フィルターかかってるから、自分が調べれば、そのアンチコメント見れるんだけど、基本見ないようにしてます。知らぬが仏っていうので、はい。で、次、12個目。12個目は、類は友を呼ぶです。これもね、めっちゃ使うんですけど、似た性格の人とか考え方の人っていうのは自然に集まるっていうような考え方です。スラングで類友って若い人がよく言います。類友だからね、みたいな感じ。例えば、あのグループの人ってみんなテンション高くない？類は友を呼ぶか、みたいな感じ。似たような人が同じような人を集めるよねっていう時に使います。はい。次は、カエルの子はカエルです。カエルっていうのはね、みんな知ってるカエルなんですけど、このカエルの子っていうのは子供ですね。カエル。だから同じっていう意味。つまり、子供は親にすごく似るっていうようなことわざになってます。例えば、私の友達がサッカー選手だったら、あいつのお父さんもサッカー選手らしいよ。カエルの子はカエルか、みたいな感じで使うことができます。結構ね、これよくあると思います。どうしても、やっぱ遺伝子っていうのがあって、親と子供、似てる部分があると思います。そういう時に、カエルの子はカエルっていうような言葉使ったりもできます。でも使い方には気をつけましょう。はい。次は、口は災いのもとです。これは余計なことを言うとトラブルの原因になるっていう。これ聞きはするんだけど、あんまり日常会話では使わない、聞かないので、スキップしてもいいんですけど、ただ聞くことがあります。口って災いを起こすんですね。特に私の性格だと、なんか思ったことをすぐ言っちゃったりするんですよね。それで会話が盛り上がることが多いんですけど、でも相手を傷つけてしまうことを言うのはすごく良くない。だから気をつけているんですけど、口は本当に災いのもとなので、っていうようなね、感じで使ったりできます。次、15個目。時は金なりですね。これ英語でもあると思うんですけど、時間はお金と同じくらい価値があるっていう考え方ですね。すごくね、私とかは今21歳で、大学生で、これから大人になっていくっていう段階。若い時間ってすごく大切だと思うんですよ。だからその時間を無駄に過ごすことなく生きたいって思ってます。だから時は金なりっていう言葉すごく大切にしていますし、よくこれも聞くので。あとはちょっと日本語発音になるけど、time is money。これもね、聞いたりします。はい、次。16個目。16個目は一石二鳥です。これね、漢字がめっちゃ面白いね。英語でも同じ表現、全く同じ表現があって好きなんですけど、一つの行動で二つの利益を得ることです。例えば、駅まで歩いたら交通費も節約できるし、運動にもなる。だから、
一石二鳥だね。こんな感じ。一つの行動をすると、なんか二ついいことがあるっていう。もともとこれ四字熟語なんだけど、その日常会話で非常に使うので、今回抜粋しています。次、17個目。17個目は、10人十色です。これは、10人いたら、10個の色があるっていう素敵なことわざです。よく使います。人によって考え方とか好みっていうのは違う。人それぞれっていうような言葉になってます。日本語の勉強法もそうなんですよ。日本語のね、言語の勉強って、すごく自分の元の言語が影響するんですよ。例えば、皆さんが母国語が英語だったら、日本語の発音は比較的しやすいけど、長母音が難しかったり、カタカナの発音が難しかったりすることがある。こんな感じで、人によって勉強方法って変えた方がいいし、スタート地点も違う。10人いろな勉強方法があるっていうような感じ。こんな感じで使ったりしますね。はい、次。次は、一期一会。これはね、結構、私は言わないけど、見ることが多いかな。これは、すごくね、素敵なことわざで、人との出会いは一度きりかもしれないから、大切にしようっていうような考え方です。例えば、旅行先でいろんな人と出会う時があるじゃないですか。そこで、うわ、めっちゃこの人素敵な人とか、話してみたけどめっちゃ面白かったとか、そういうのあると思います。ほんと一期一会ですよね。で、もしかしたらそれって一回しか出会いないかもしれない。今後、自分の人生でその人に一生出会えないかもしれない。こういうのを一期一会って言うんですよ。だから私は結構この一期一会の考えを大切にしていて、今までこの人と出会ってよかったって思った人とかには、自分からもしよかったら、連絡先交換しませんかって言ったりね。恋愛でもそうだと思います。この人好きだなとか、いいなって思った人がいたら、そのチャンスは本当に1回限りかもしれないから、もうアタックする。すごくいい考え方だと思います。はい、次。次は、笑う角には福来たる。19個目ですね。これは結構聞きます。あんまり使いはしないんだけど、めっちゃ聞きます。これは、笑う角、つまり笑っている人の周りには幸せがやってくるっていうことですね。この福っていうのが幸せっていう意味があるんですけど、幸せがやってくるっていうので、福来たるって言います。はい。これは結構面白いことわざだと思ってて、実際に私の周りでも常に笑顔の人とかニコニコしてる人っていうのはすごく幸せが降ってくるっていうか、幸せそうに見えるし、まず。さっきの類は友を呼ぶとも似てるんだけど、幸せな人の周りには幸せがやってくる。幸せな人がやってくる。だと思います。はい。で、次。20個目。終わりよければすべてよし。これね、結構使います。会話で。これは、いろんなことがあったんだけど、最後、終わりの部分が良かったら、何でもいいよね。結局いいよね。っていうような考え方です。例えば、旅行行った時に、めっちゃ台風が来て、雨が降って、で、いろいろ大変だったんだけど、でも最後の一日、意味わからないくらい楽しかった。終わりよければ全てよし。っていうような感じで使ったりします。結構ね、なんか、オチオチに使えるかなって思ってます。はい、今回の動画はここまでです。ちょっと20分くらいになって長くなっちゃったんだけど、これらのそのことわざっていうのはすごく効くし、使うこともあるので、ぜひ皆さんに覚えてほしいと思います。あと、個人的にことわざすごく好きなんですよ。考えを一般化するって言ったら難しいんだけど、一般化してるじゃないですか。すごく自分の中の経験が重なる部分があると思います。なので、もし皆さん、そういう経験があったらコメント欄に書いてください。今回の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね